ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、新ゲームモードのアスガルドがスタートしました。イベント初日にすることは、星のゆりかごにて、古文と3回戦うだけなので、そんなに悩む必要はないと思います。さて、ギルドレイドは、ヒーローを強化する要素が2種類存在して、グループ単位でヒーローを強化するパートは、大いなる知恵の木、という名称になっています。今日は平日ということで、低予算プレイヤーはこのパートのレベルアップに必要になる永遠の種が手に入りませんが、レベルアップをすることは可能です。上昇の戦闘で任意のヒーローのエンチャントを数回ほどレベルアップすれば、古代の知恵のクリスタルをもらうことができるので、それを消費することにより、大いなる知恵の木の枝をレベルアップできます。現状では、大いなる知恵の木をレベルアップした際に、ヒーローのステータスの数値がどの程度上昇するのか完全に把握できないので、今回の動画では、大いなる知恵の木を利用したレベルアップについては、触れないことにします。アスガルドには、大いなる知恵の木とは別に、個別のヒーロー単位でステータスをレベルアップする要素があり、それを、上昇の戦闘、と言います。今回のカーク信者の調査にて、上昇の戦闘をレベルアップしただけでも、ヒーローのステータスの上昇幅が、桁違いに大きいということが判明しました。まず最初にご覧になっていただくのは、カークに関する、上昇の戦闘におけるパワーアップ要素です。カークの場合、現状では、新しいスキルの解放の時期は未定となっていますが、数ヶ月後には、解放される仕組みになっています。ですので、この動画では、新たに解放されるスキルに関しては、全く考慮しない形で話を進めます。上昇の戦闘には、上昇ランクが1から5まで存在し、それらの全てをアンロックした場合、カークのステータスはこれだけ上昇することが判明しました。各ヒーローは、上昇の戦闘にて、50箇所のステータスアップと、スキルのアップグレードを2箇所で行うことが可能です。カークの場合はご覧のように、アーマー貫通や魔法防御に関するレベルアップの場所は少ししか存在せず、HP のステータスアップが13箇所も存在します。そして注目すべき点は、上昇の戦闘のレベルアップをすべて終了した場合、なんと、HP が13万2000も上昇するというのです。現状のカークの場合、最大 HP は25万6972なんだけど、それが38万8972まで上昇するってこと？なんだか無茶苦茶だなぁ。参考情報として、これは貝がどのようにパワーアップするのかを調査した結果になりますが、貝の場合も、HP が8万9250も上昇します。このことからわかることは、54人のヒーローのステータスのバランスが、今回の新ゲームモードの導入により、かなり調整されたということです。これは、カーク信者にも、視聴者様にも言えることですが、今後は頭の中を空っぽにして、全く新しい知識を大量に吸収する必要性が生じたということです。例を挙げるとすれば、従来のように、カークとネブラとセバスチャンの組み合わせが上手に機能するかどうかが、全くわからなくなったということなのです。わかりやすく表現すれば、個性が強調されたヒーローが数多く誕生したと言えますし、弱点のステータスを大幅に補強されたヒーローも、数多く存在するということなのです。カークの例で例えるのなら、打たれ弱いカークといった印象は、過去のものになった可能性すらあるということです。まあ、マックスレベルまで育成した場合の話だけどね、あはは。こちらの画像は、カークと貝の上昇の戦闘を最大ランクの5まで育成した場合のステータスの変化を比較したものになります。いかがでしょうか？従来のヒーローウォーズでは、装備品を集めて、スキンとアーティファクトとグリフをレベルアップすれば、ヒーローのパワーが約12万程度まで上昇しました。それにペットの支援を加えると、おおむね13万パワーを超える数値が最大値となっていましたが、アスガルドに割り振られたステータスの上昇幅は、
それらとほぼ同等ということが判明したのです。おいおい、従来のすべてのパワーアップ要素を足した合計がアスガルドと全く等しいって、想像できた人なんていないんじゃね？話をまとめるよ。今回の動画では、カークとカイの2人だけを比較していますが、これらを見ても、ヒーローの体力の数値を大きく変更していることがわかります。このことから今後は、アリーナやギルド戦での戦い方が、大きく変化すると予想できるのです。今までなら、メイン DPS の強烈な攻撃を1回食らうと、HP の低いヒーローはほとんど倒れてしまう展開が普通でしたが、今後は敵味方ともに、お互いが複数回のスキル発動を前提とした戦闘形式に変化するということです。例えば、1回目のスキル発動が遅いことで、アリーナやギルド戦では敬遠されがちだったヒーローでも、豊富な HP を手にすることにより、敵からの1回目の攻撃後に、自分のスキル発動のチャンスが巡ってくるのです。マーサやサトリなどは、最初のスキル発動が遅いという欠点があり、それが原因で敬遠されがちでしたが、そういったヒーローが戦闘に参加しやすい土壌ができたかもしれないと、カーク信者は考えています。ステータスの数値上昇が控えめな回の場合は、おそらく、新たに追加される2つのスキルの性能がかなり高いと予想できます。ですので、回のステータスの上昇幅をカークと比較した場合、抑え気味に調整されているのではないでしょうか？まあ、現状では何とも言えませんが、これから徐々に、従来では見かけなかったヒーローたちが活躍するのを目にする機会が増えるのかもしれません。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。